こんにちは。今回は、日産オーラの内装をメインに見てみました。品質が高く、一度試乗すれば気に入る人も多いと思います。試乗する時間がないけど興味のある人は必見です。それでは行きます。Now loading。では、ここから内装を見ていきましょう。まず、フロントドアです。ドアのアッパーは硬めの樹脂製です。インサイドハンドルはサテンメッキですかね。この落ち着いた質感、良いですね。ドアのパワーウィンドウスイッチは、ドライバーのみ自動開閉機能付きですね。手や肘が触れる部位は、ファブリック製で、アッパー部にはアンビエントライトが搭載されています。ファブリックカラーは、内張りのグレーに合っていて、一体感ありますね。スイッチ周りの樹脂は、マットで、よくあるピアノブラックではないです。シームレスなデザインで、ドアポケットまで綺麗な面が出ていますね。アームレストは、パッドはなく、硬めでした。けど、実際に運転してみると、硬さについてはそれほど気にはならなかったですね。むしろ気になったのは、ファブリックの方で、夏場に半袖シャツで、肘がむき出しの状態でアームレストに肘を置くと少し擦れて不快に感じました。G レザーエディションのグレードでも、ドアアームレストはファブリックなので、合皮仕様のグレードもあると嬉しいですね。あるいは、オーラに乗る際は長袖着て、ガンガン冷房を効かせれば気にならないですね。ドアポケットですが、こちらはドリンクを入れやすい作りでした。飲み物を入れた状態はこんな感じですが、アームレストが程よい長さで、飲み物の取り出し奇跡にドアアームレストがぶつからない。デザイン的にも違和感のある作りではないですし、感動しているのは、私だけですかねわら。触ると多少倒れますが、前に倒れ込むように飲み物を格納できるので、急な加速をしない限り、倒れることはないように思いました。まあ、あまりここに飲み物置かないけどね。そして、BOSEスピーカーが前端側に装着されています。オーラを購入するなら、BOSEはほぼ必須オプションです。採用率も非常に高いです。オーラといえばBOSEですね。そして、内装全体です。G レザーエディションと呼ばれる仕様なので、内装ブラック色で本革シートが使われています。木目調デザインが、鳥が羽ばたくようなデザインに見えます。例えるなら、板クアの暴風ですね。過色フィニッシャーが斜め上に傾斜している形状は、非常にかっこいいと思います。ではまず、ドライバー側から見ていきたいと思います。ステアリングは本革仕様で、私の持っているエクストレイルとほとんど同じですね。異なる点を挙げるとすると、中央下の穴がエクストレイルでは塞がっている程度ですね。ナビやメーターに関しては、一体にはなっていなく、中央のナビは内製仕様みたいです。9インチです。ナビのダイヤル位置が少々気になりましたが、いずれ、スイッチが画面内に収まって、少しでも画面の大きさが大きくなると嬉しいですね。私は TV キャンセラーつけたい派なのですが、内製ナビなので、TV キャンセラーの価格が少々高めです。しかし、オーラは HDMI 接続端子があります。HDMI 端子が標準で装備されているんです。もうこれだけでも、オーラ購入するきっかけとしては十分ですね。よって、データシステム社のテレビキャンセラーを搭載して、スマホを HDMI 接続すれば、走行中でも助手席の人は、ナビで YouTube 視聴ができてしまうわけです。オッドキャストでも YouTube は見れますが、オッドキャストは4万円から5万円ほどなので、TV キャンセラー、HDMI ケーブル端子、スマホへの変換ケーブルの3点セットなら、2万円以内で済んでお買い得なわけです。日産の提供する日産コネクトに契約すれば、Wi-Fi 接続も可能となるので、走行していても、助手席の子供が、ナビの大画面でゲームのネット対戦もできてしまうわけです。しかも、BOSEのスピーカーで大迫力の音響演出付きです。たまらないですね。ただ、乗り換えやレンタカーでの利用も検討に入れると、オッドキャストも選択肢には入りそうですね。ステアリングの詳細を見ていきます。右側には、プロパイロットのスイッチがあります。簡単に説明すると、右側の青いボタンを押すと、プロパイロットが起動します。その後、キャンセルと書かれたレバーを下側に倒すと、設定車速で自動走行します。車速の設定は、キャンセルのレバーを上に倒すと5キロずつ増えていきます。レバーを下に倒すと、設定車速が下がっていきますね。自動運転の解除方法は、主に3つあり、ブレーキを押すか、キャンセルボタンを押し込むか、プロパイロットボタンを押すかです。状況によりますが、使いこなせるようになるまでは、ブレーキペダルを踏み込んだ方がいいです。慣れてきたら、キャンセルボタン押しがおすすめかも。キャンセルボタンを押すと、プロパイロットは起動したままになるので、再度、レバーを下げるとすぐに車速を設定できます。
プロパイロットボタンを押すと、プロパイロット自体がオフになるので、オンとオフの頻度を高めにしたい際はボタン操作が多くなり、おすすめできません。ボタンの配置も良くて、操作しやすかったです。そして、中央の穴ですね。プロパイロット運転中にここに指を突っ込んで、走行する猛者もいるみたいです。さすがに変態ですね。そして左側には、ナビ関連のスイッチがあります。一つだけ不満があるとすると、OK ボタンが夜間光らないです。ガソリンがあまりなくて、給油してくださいと表示が出てきた時に、OK ボタンがどこにあるのかわからず、イライラしたことがあったので、事前にスイッチの話をしておくと、このダイヤルを押し込むと、OK 動作として判定されるようです。コンビスイッチを見ていきます。最近のコンビスイッチは、ライトをオフにするのにコツがいるのですが、日産キックスの場合、コンビスイッチ先端部分を回転させて、オフを選択したまま数秒保持しないとライトが消灯しません。コンビスイッチ先端をひねって保持しないと、オフのまま保持されず、オートに戻ってしまうんです。ライトの付け忘れ防止のための機能のようですが、停車中ライトを消したいとき、ライトの消し方がわからないとすごく不快です。肝心のオーラのヘッドランプ消灯方法ですが、キックスとは異なります。オーナーズマニュアルによると、ライトスイッチタイプ B に該当するようで、停車中に消灯するためには、このライトの位置になるように調整して、シフトを P にする、あるいは、パーキングブレーキをかけると、消灯することができます。初見じゃまずわからない。皆さんの参考になれば嬉しいです。他にもおすすめの消灯方法があれば、オーナーの皆さん教えてください。あと、オーナーズマニュアルに、ライトスイッチタイプ A も記載されているのですが、混乱するので、オーラで使われているライトスイッチだけ記載してほしいですね。わかりづらくて混乱しましたよ。また、反対側のコンビスイッチですが、こちらは、ワイパー関連ですね。そして、ドアのサッシュ周りですが、非常に視界が広いですね。このドアの角に内張りのカバーがついていないので、視界が広く見えるのかもしれませんね。ピラー周りは四角が出てくるので、この作りはありがたい。運転してみるとこの価値に気づけますね。そして、シートを見てきましょう。ヘッドレストの両側に坊主のスピーカーが装備されています。これ実は、スピーカーとヘッドレストの色を同じブラックにしているんですよ。なんでそんなこと言えるんだって感じたかもしれないですが、先日、乗ったエアリーグレイのオーラの内装を見てみると、ほら、同じ配色。エアリーグレイは別動画で紹介しますね。ちなみに、ヘッドレストスピーカーは、ナビで指向性の調整ができます。このパーソナルスペースと書かれたボタンをクリックすると、こんな感じで指向性調整画面に切り替わります。私はワイドに音を広げたいので、ダブルよりですね。ということで、ブラックシートを引き続き見ていきます。ヘッドレストの中央にあまり見かけない太めの棒がありますが、おそらくここからスピーカー用のケーブルを配線していると思います。そのため、このヘッドレストは取り外しができないです。まあ、ヘッドレストを取り外すことなんてないと思いますがね。そう考えると、どうしてヘッドレストって取り外しできるような作りなんでしょうか。まあ、さておき、シートの背面と座面を見ていきます。本革シートで、ステッチの主張が強めなのが特徴的ですね。座面の足の方だけステッチの向きが変わっています。触ってみた感じとしては、表面は多少乾燥しているせいか固めでした。ステッチも多く入っているので、硬くなるのは仕方ないですね。ただ、座ってみるとそこまで気にならないんですよね。そして、シートはマニュアル式でした。電動よりも安く済むので、私はこのマニュアルシート好きですね。前後調整も微調整はできないですが、逆に大きく移動させることが容易にできるので、シート周りを掃除するとき、とっても楽ですね。続いて、コンソール周りを見てみます。電動パーキングブレーキですね。簡単に言うと、サイドブレーキが物理式から電動式になったということです。このレバーを引くと、サイドブレーキが作動します。押し込むとサイドブレーキ解除されます。最初よく間違えます。ただ、あまりこの機能使うことないですね。その理由は、オートブレーキホールド機能があるからです。この機能がオンの状態でブレーキを強く押し込むと、その時のブレーキ力が保持されます。なので、坂道などでわざわざサイドブレーキをかけなくても、ブレーキペダルを強く押し込めばいいだけということ。駐車の際は、オートブレーキホールドが作動している時にシフトポジションを P にすると、自動でサイドブレーキがかかります。なので、レバーを引く必要がそもそもあまりない。すごく便利になっているということです。ただ、駐車する際に、オートブレーキホールドが機能しないような時は、サイドブレーキが自動作動しないので、
そのような限られた場合に限り、このレバーを使用することになります。そして、シフトレバーですね。右側についている縦長のボタンを押し込みながら、シフト操作をします。かっこいいというよりかは、おしゃれなデザインで私はこのシフト好きですね。あと全体を見てみると、外周にライン照明が付与されていました。オーラってどうしてこんなにおしゃれに見えるんですかね。そして、コンソールリットですが、ファブリックで包んでいますね。深さはあって、そこにはフェルトらしき布も敷かれていますね。スタイリッシュなデザインで気に入っています。では、ダッシュボード周りを見てみます。ピラーにはツイーターがついています。音楽を流して、ここに指を置いて穴を塞ぐと、空気の微振動を感じられます。あまり大きな音を出しているわけではないですが、オーラのような音響にこだわった車であれば、必須だと思います。そして、情報提示音用のスピーカーですね。私がよく動画で使っている音がここから出てきます。最近の日産の情報提示音って高級感があって、個人的にかなり好みです。ダッシュボードは、全体的に平坦でシームレスな見栄えが良いですね。そして、中央にハザードスイッチとベンチレーションがあります。このベンチレーションですが、中央の操作バーの位置が上下中心よりも下側についていますね。使い慣れていないせいか、多少操作時に違和感はありました。そして、木目調の大きなフィニッシャーですね。この駆け上がるデザイン、良いですよね。改めて見てみて、こんな羽ばたき感じないですかね。目が腐ってたらすみません。かっこいいことに変わりはない。そして、グローブボックスを開けて中を見てみます。バンパーがついているので、ゆっくり開きますね。容量について、横幅はやや狭く見えますが、奥行きがあります。ライトを点灯させて少し内部を見やすくしました。オーナーズマニュアルの縦寸法に合わせて、グローブボックスの横幅を決めていそうです。掃除用品なども十分収納できそうです。運転席側からグローブボックスを閉めていますが、特に大きな支障なく、閉められました。開けるときはレバーが運転席からやや遠いので、できれば下側からレバーを上げて解錠できるとなおいいですね。足元には照明が標準でついていて、白く明るく光ります。夜デートしても忘れ物の心配がいらないですね。そして、ルームミラーですが、モニター切り替えタイプでした。日産のルームミラーって先進的なデザインで素敵ですね。しかも、モニターでバッチリ後方もクリアに確認できます。良いですね。サンバイザーですが、一つだけ気になったことがありました。大きさも十分でパッと見問題なさそうですが、ライトがついていないですよね。正直、私はライトなくても良い派なのですが、皆さんはライト欲しいかコメント欄で教えてください。いかがでしたでしょうか？オーラの内装は価格の割に品質が高く、タイミングが合ってたら間違いなく購入していた車です。納車待ちの人も期待大ですね。オーラはまだまだ紹介したいことがあるので、オーラに興味のある人は今後の動画も楽しみにしてください。それではまた。